皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がねちょっと相掛かりのなんていうんですかね、定石形というよりは少し変則的なスタートから相掛かりの形に進みました。こういう将棋はね本当に難しいです。解説もねできる限り皆さんにね分かりやすくお伝えしていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速解説の方を始めていきます。本局、私は後手番ですので上が私になりますね。先手が相手の方というなります。初手はね4八銀ということで、ちょっと変わった手ですけどね、近年はこういう手もねかなり指されるようになってきましたね。以前はやっぱりこう角道を上げる飛車道はね7六歩や2六歩が基本だよって話だったんですけどね、最近はこうね金銀の手を急いだりね、ちょっと手順がね変わっても問題ないだろうということで、いろんな指し方がね増えてきました。4八銀と上がりました。で私は3四歩とつきまして、3六歩とねかなり変わったね凝ったスタートですよね。ここは私の方も分岐点ですよね。もう3六歩に対してこれを咎めてやろうということでね、ドーンと3二飛車と回って3五歩を狙うような指し方ってありますよね。ただこれ相手の方ももしかしたら3八飛車と寄ってそうかってねなるかもしれませんけど、これはまたこれで非常に力戦形になるところですね。本局は私は、8四歩とね自然ですね。私は自然、別にこの時はいい悪いではなくて私は自然な対応です。で、8四歩ですね。9六歩とねちょっと非常に凝った手順ですね。まだ角道も下先負けてないんでね。で8五歩と伸ばしまして、7八金とね、これはねちょっと9七角と上がって受ける手もあるんですけど、これはさすがにちょっと突っ張りすぎでしょうね。何か6二銀と受けられた後に、こう9四歩からね9五歩と角の頭狙われる手があるので、さすがにねこれはちょっと難しいでしょうね、まとめ方がね。ですので7八金はさすがに無難なところかなと思います。で7八金に対して8六歩と、で同歩同飛車と、私の方はね、積極的に飛車を使っていくと。でこれ8七歩ですとね、場合によってはこう飛車をねビューンとね取ってしまう手があるかもしれないですね。これで取らせて指すような手もあるんですけれども、ちょっとこれではね、ということで3七銀と相手の方は歩を受けたと。これでね8七歩はねちょっとスピード違反ですかね。これやりとこう角出られてあれって感じですね。飛車が引いたら角が成られて攻めてったはずがあららって感じになっちゃうんでね、これ9六歩とついてるのがミソですね。ですのでちょっとね8七歩はつんのめってしまうので、この状態では打てないですね。で、この8七に対して8四飛車と引きました。で7六歩とね、これ突っ張った手ですね。この手は今局ちょっとポイントになりましたよね。受けとけば自然なんですけれども、7六歩とついて、場合によってはねこう角の頭を受けずに頑張っちゃうとね。でこれね歩を打ってもね、成を狙ってこれ手筋であるんですけども、これも8八角成と2二角成と交換されて同銀に8八銀だからと意外とね攻めが続きませんね。角を下にこう打ち込んでね金上がられたりして、これね思ったほどうまくいかないですよね。まだ駒が全くやっぱり後押しがないのでね、ただ一応潜在的にこういう狙いはあるんですけどね、この状態ではうまくいきません。ただこれがあるのでね先手も怖いところなんですけどね、歩を打ってしまえば歩を打ってしまえばこういう手がないのでね簡単なんですが、本局は7六歩と突っ張ったと。で私の方は3二金、6九玉、9四歩、2六歩とね垂らしていきたいとこですよね。垂らしてもね玉が近づいたんでありそうですけどね、垂らしていくともねやってみたいんですが、ちょっとだけ言いますと垂らすとね交換して今度金でね角の時にこう金逃げれないじゃないかとね思われる方いると思うんですけど、一応ねここに角打つ手なんですよね。こうね今度はこの手がありまして、ちょっと複雑回転の状態なんですけどね、飛車が横に逃げますとね、こう逃げますとここの数は足らなくなってこう取られちゃうし、縦に逃げると角をなってね、ちょっと激しい将棋ですね。これもあったとは思うんですけどね。実戦は私は打たずにねちょっと穏やかにというかね7二銀と上がりましてね、ゆっくり指しました。で2五歩に5二玉と。中住まいと言われる形ですね。これ相掛かりの時によく出てくる囲いなので参考にしていただければなと思います。で5二玉に対して2四歩同歩同飛車と、先手の方も一歩交換ですね。で私は2三歩と丁寧に受けました。で2八飛車ときまして、7四歩とね、私もね歩を正す手をねいつでもいけるんですけども、ちょっと様子を見てるような間合い測ってるような感じですね。で、7四歩として4六銀と出まして、で、7三桂ですね。
これね、ぜひね、先ほどゴリゴリ言ったんですけど、この形ぜひ覚えてほしいですね。これ相掛かりの時非常によく出てきます。中住まいに囲えて、この時に銀がね、こう出てくる、先手より銀が出てくか、桂馬を飛ぶかっていうのがね、二大作戦というかね、相掛かりが非常によく出てくる指し方になります。で、7三桂に対して、先手の、3七桂とね、先手の桂を使いまして、で、6二金とね、これ玉頭をカバーするような手です。で、5六歩と突きましてね、で、6四歩と。じりじりとした駒組みですね。で、5五歩とね、先手の方も、これは難しいんですよね。先手の方も、この歩たらしがね、すぐにはないかもしれないけど、いつでも打たれるかもしれないってとこあるので、5五歩と突いて、ここは突いておけば、歩を正してくれば、6六角と出ればね、こう飛車取りで防げるのでね、少し緩和したようなところもありますかね。はい。で、5五に対して6三銀と上がりました。で、ここでね、8七歩とついに、受けられましたね。受けないで指すのもなかなかもはや難しいですかね。一応部分的な後手のテクニックとしては、次後手の番ですね、こういう手があるんですね。これテクニックなんですけど、歩を突きまして、これだけでテクニックって言われると思われるかもしれないけど、これが結構面白い手で、ほっとけばもうちょっと取りますし、同歩ですとね、そうしておいてから垂らすとこう、うまくいってですね、こう角が出ると歩が成れるんで、なんかさりげなく、こう、なんですか、クッションを引いておくわけですね。で、歩にね、慌てて受けてきても取っちゃえばいいですからね。ということで、こう突かれるとちょっと嫌な形なんでね、先手の方は、先に受けたと。ことですね。はい。で、8七に対しても、私はね、7五歩と突きました。これもね、やはり手筋ですね。同歩ですと、歩を垂らす手はないんですけれども、6五歩とでも突いておいてね、この後に、6四銀から、7五銀ぐらい向くとどうですかね。皆さん狙いが分かってきますかね。8六歩と打っていけば、角の頭が狙えそうですね。というプランで攻めさせた手に対して、先手の方は6六角とね、これもなんか、見慣れた方ですとね、なるほど、そうか、こういう感じかですけど、初めて見るとちょっとね、違和感のある手順だと思うんですけれども、大まかに言うとね、今先手の角がね、どうなるかというのは局面の焦点になります。この角が、先ほどのようにね、銀が出てって、棒銀でいじめられるのか、それともこう角が脱出してね、ある程度自由に活躍できるのかっていうのがね、今ね、小競り合いが起こってるというわけですね。で、6六角がですね、7六ですと、さすがに飛車取られちゃうので、6五歩とついて、7五歩とね取らせて、飛車を寄るというね、虚々実実というかね、なんか非常に、変わった攻防なんですけど、これもね歩を取られちゃうんですけど、いつでもこう6四銀と上がる手でね角が狙えますし、角が動いていく時にこの歩が取れるんでね、それほどこう歩損を気にする必要がないような手順ですね。で、先手は8八銀と上がりました。で、8八銀に対して4二銀と上がりまして、でここでね5八飛車と転戦してきましたね。先手の方もね指し方難しいんですよね。先手はこう銀をねこう例えば出てこう角いじめたいんですけれども、例えば3五歩同同銀っていうのはね、すぐ桂頭をこう打たれちゃいますし、仮にこう4五銀と出ても飛車の動きでね歩も守ってますし、この銀が動くと5五角と取られてね狙うはずの角にこうさばかれちゃうんで、先手もなかなかこう難しいということで、この歩を支えてね5八飛車と回ったということですよね。はい。で、4四歩と私を突きまして、4八金に4三銀とね、この2手はですね角道が止まってしまうというデメリットありますよね。こう角が通ってたのに止まってしまうデメリットあるんですけれども、状況に応じてこう6四銀とね上がりやすくなるわけですね。この銀がこういう状態ですとね、やっぱどうしてもこう手薄さありますよね。こう手薄さが同歩に同飛車だったり、例えば4五桂と飛んだりでちょっと手薄さがあるので、この2手をやっておくことでね非常にこう中央が安定するんですね。その代わりこの角が使いにくくなるっていうのがデメリットなので、これを必ず使っていかないといけないということですね。はい。で、4三銀に対して先手は7七銀となりました。ここでね1四歩と突きまして、これ、ただの端歩じゃないんですよ皆さん。こうね1四歩と突きまして、6六とね下手に対して1三角とね出るのが、私のこう4四歩4三銀からの狙いなわけですね。やっぱり相掛かり戦法ね難しいんですけど、一手一手のね意味としてはねやっぱりこう継続していくって感じですね。指し方としてはこう角道を止まっちゃったら角を使うというね、理屈で言えばそういう感じになります。でこちらの角はね先ほど序盤で漢字に角出ると危険だよって言いましたけど、この場合角がこう銀を睨んでるので、こう端をね例えばついていくような感じになったとしても、最悪この銀と交換になるっていうのがねちょっと形の違うところになります。で、この1三角に対して6五歩とね、これはね先手の方も苦心の手順ですよね。もう6六歩から6五歩って桂馬ってさばかれちゃうんですけど、極端にこの状態で、そういうことはできないですけど、この角と銀がねこうファッと入れ替わってね、こういう形になれば先手は理想なわけですね。これはできっこいルールないですけど、ただこうしたいんですけどなかなかそれは難しい。角がやっぱり前に出ちゃってるんでね、
なので何としてもこの銀をねこう繰り出してイメージとしてはこう飛車を圧迫したいんですよね。ですのでこう、若干強引なんですけれども桂馬をさばかれるんだけどこう銀が出てってねこう飛車をいじめていきたいよっていうのがね先手の方の指し方なわけですね。でここで6四歩と打ったのがだからそういう意味では先手がねそういう感じで指してきてるの分かってるんであまり挑発的なっていうか強気なことはすることもね避けた方がいいんですね。例えばこう桂取りなんでこう6四銀と上がればねちょうど受かりそうなんですけどこれ場合によってはね同角と切ってこられちゃう可能性あるんですよね。で同飛車に例えば7五銀打ち取ってねで飛車が引いて例えば銀立つ手もあるかもしれないですね。銀を立って飛車をね取られちゃうようなこれやっぱり角がかえっていなくなったことによって攻められやすくなっちゃう時があるので相手の方が来てるの分かってるんでねここはちょっと丁寧に無理せずこう打っとくとねやっぱりこう玉と飛車が近いというのもミソですね。王様がこの辺にいれば今の手順でもね戦えるかもしれないですけど王様が近いんでね対局的に見て歩を打ってたということですね。これでね一応食い止まった状態角が引くとやっぱこう飛車が出れそうなのがね先手としては後手としては嬉しいところですね。ですので先手は7七桂とねこれはもう非常に積極的ですね。あくまでこの飛車を狙おうと。で同桂成同金とね同銀が形ですけれども同銀ですとやはりこう飛車に対して遠ざかってしまうので、金が上がってね上部に手厚くもりもりとこう飛車を攻めていこうということですね先手は。で、私は3三桂とねこれでだんだんね全軍躍動という形に私の方もね、なってきました。この桂でね角と組み合わせでこういつでも4五歩という手が狙えるような状況になっております。で、これに対して6五歩と、この手が打ちたいんでね金で取ったんですね。先手の理想だけで言いますとね同歩に同銀と飛車取りに進んで、飛車が逃げれば6四歩と打って銀が逃げれば5四歩とついてどうですかね。こうなってしまったら一気にもう何ていうんですか流れのように押し込まれて攻められてしまいますよね。ですので、こういうところは非常に丁寧なね対応が、求められるあるいは、慎重なね対応が求められるところですね。でもう4五歩と私は攻めました。うまくまとまる手があればいいんですけれども同歩は危険ですしねといってまだ飛車を切るのは早いので、4五歩は攻め合いを目指した手ですね。で同桂取って同桂でここで、同銀の方が自然なんですけれども同銀の場合は私としてはねもうこう6五歩と取ってしまってねで同銀に飛車を切ってしまいまして、下がると歩打たれて大変ですね。飛車を切ってしまって同歩とこれでね角桂香というので8五桂とこれが一応私のね読み筋でした。でこの時に角がこうスワーッと効いてるのがねミソでしてこれ見た目以上に先手陣が危ない格好なんですよね。金取りが例えば引きますとね6六桂という手が、突き刺さりますね。一瞬後手玉硬い、すぐ詰むような手がないので金が寄ればいろいろな手があるところですけど例えば8九角とか金を攻めるような手で、非常にこの角が効いてる分受けにくいんですよね。で、遠くにこの銀にらんでますからねこれはやっぱり先手がまとめにくいという判断ですかね。実戦はこれはね私の方も飛車を渡すんで怖いんですけれどもやはりこうちょっとこの手が、先手としては、受けが難しいということでね、実戦はここでね6四歩とこちらの歩をね、取ってきました。ただ私の方はねこう1枚今桂馬を得してる、状態なのでね、同銀と取りましてまだこの桂馬取り返されてないんでねで今度は角取りになってますからね結構先手がお忙しいですね。で同銀に対して、6三歩とね、これは手筋の一手ですね。同金と取らせることで、当たりを強くした当たりを強くしたのと王様の脇飛車が手に入った時にすぐ王手できるような狙いですね。で同金と取りまして、5六桂と打ったんですね。ちょっと取りに取りを重ねてるんですけどやはりこう取らせて取る形にしたいんですね。同歩とかねここまでされてしまうと私の方も銀でね角を取ったんですが、同銀もあったと思うんですけどね同銀ですとやはりこう6五桂のようなこういう手がきついと見たんですかね。金に対して連結がねなくなってしまうので、実際は同歩とね取ったんですけど同歩ですと8四飛車とね一応かわすことができました。で、角がこちらですねすみません。で、8四飛車そして6四歩と嫌ですけどねこうやってやっぱり先手のね狙いとしてはやっぱりこう飛車を攻めながら、王様を攻めれるっていうのがねメリットですよね。で、6三金7三金と、こちらにかわすのがね、工夫した受け方で下がりますとね
ガチッと打たれた時にこう巻き込んじゃうんですね、王様もね。で同金同歩成同玉に7四金と打ってね、王手飛車取りの筋があるので、金こっちを打っとけば銀の時にさっとねかわすことができるというテクニックですね。はい。で実戦は7三金に対して4五銀とね、ここ難しいんですよね。先手も何かこう取っちゃうとね角が通っちゃうんで、他の手で行きたいんですけど、ちょっと駒がないですかね。6三銀取っても玉取られちゃうんでね、この銀は取ってねこう4四桂打ちという手がすごく攻めとしてはものすごいプラスなんですけど、やっぱり角道が取るんでね、すごくそこが先手は怖いとこですよね。実際はこの4五銀の時に私6八歩とねすかさずこう角道を生かしまして、ただの王手なんですけど結構強力なんですね、角が効いてるんでね。で5九玉と、かわしたわけですね。はい。でここでね難しいんですよね。私の方もね攻める手いっぱいある。例えばこういう手もやってみたいんですけどね、こうやって、7六と打って同金なら8七飛車成ね。ただこう金引かれたりしてる時に結構難しい。これで6九角とね打って、これで第一感の攻めなんですけどね。ただね4四桂打ちが、厳しい反撃であるんで、ここでね次の手が意外と、今回ねなんですかね、勝因につながりましたがね、4二玉とね一旦寄ったんですね。こういう手結構指しづらい手なんですけれども、こう一回寄っときましてね、これ4四桂打ちでしたら、2二金か3三金かでこう空振りな格好になるわけですね。2二金ですかね、空振りの格好にできると。で実際7四歩とね先手の方、これ筋のいい手でね、同金なら歩を成るっていう筋のいい手なんですけど、この効果をね入れといたのが結果的にね勝因につながりました。これで4四桂打ちという王手がなくなったんで、この一瞬この王様ねこう仮に次取られても王手がないんですよね、まともな王手が。なのでここは大チャンスということでね、一気にアクセルを復活しました。こう6七桂と、これがね面白い王手でして、玉を寄ると6九歩成となりまして、これが今度7五九とでこう飛車が取れるんですよね。で歩が成っても繰り返しの何でもないので飛車が取れると。で6七桂に実際同金と対応したんですが、これで8七飛車成とね待望の飛車が成れまして、これで形勢がはっきりしましたがね、こう金を取れば8九竜までの角が効いてますからね、8九竜まで一手詰めですね。ですので6八飛車とね受けたんですが、7六桂と飛車取り打ちまして、こうなるとね、相掛かりは王様が薄いので持つのが大変ですね。大駒の力は強いです。飛車が逃げれば金が取れるということで、実際は同金とね取ったんですが、6八角成と飛車を取りまして、同玉に7六竜と、取ったところで、先手の方はね投了となりました。そうですね、この局面どうですか、投了と見るとはっきりしますよね。この王様もし5二にいますとね、4四桂打ちと打たれてまたこれ逃げる手を考えないといけないですね。ある程度ねこの王様1手打ったるだけで私の王様がね安全であって、次私の手番ですとねいろいろ詰みがあるんですけど、どれが一番早いかな。飛車を打ちまして王様引けば竜という感じですね。あるいは6七金と打っていってもね王様引いて飛車を打つような感じで挟み撃ちでね詰み筋がありますので、角銀銀ね角銀桂という持ち駒で、受ける手も難しいということで投了もやむを得ません。はい、皆さんいかがだったでしょうか。どうですかね、相掛かりはね難しくてわからないというご意見すごくいただくんでね、今回なるべく噛み砕いてご説明したんですけれども、やっぱりどんな戦型であってもそうなんですけどね、大駒の使い方ですよね。大駒がいじめられたり、相手に攻められてね苦しい状況になったり、あるいは、自分の大駒が使えなくてね終わってしまった形勢を損ねてしまったことがあると思うので、常にね大駒を使っていくっていう意識を持つことがね、どんな戦型であっても大切かなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。